談の時間だ。どうもどうも、花宮ネクです。早速だけど、今回喋る話題はこいつらだ。雑多極まりない。まあ上から一つずつ話していきましょう。まず一つ目、前回の雑談動画で次に実況するゲームを募集しましたね。多くのゲームをおすすめしてくださりありがとうございます。確認できるゲームは全部確認したと思う。漏れがあったらごめん。そのおすすめされたゲームたちと私がもともと考えていたゲームたち全部並べて熟考した結果、エンチャントファームの作者さんであるヒートさんの別作品ライトタワーに決定しました。パチパチパチ。いやね、私にガン刺さりするゲームがなければまあアウターワイルドかなとか思ってたんだけどさ、ライトタワー私の好みの要素しかなくてやばかったね。まずそもそも WWAK ゲームが好き。 WWAK ゲームっていうのはランダム性がなくて敵能力が最初から全て分かっている詰将棋みたいなゲームって感じかな。コメントで WWAK ゲーム好きそうってあったけどご明察だよ。さらに私はモンスターを使い捨てるタイプのモンスター捕獲ゲームが大好きでね。これあんまり伝わらない感覚かもしれないけどさ、ポケモンみたいに好きなモンスターを愛着持って育てるよりはさ、 HP が減ったり瀕死になったモンスターを捨ておいて新しいやつを捕まえるのが推奨されているゲームが好きなんですよね。こうして書くと最悪なやつだな。そういう方向性でもライトタワーは良さそうだった。軽くレビューを読んだんだけどさ、 HP が減った体を回復させるには金がかかるから、強い体が瀕死になった時に回復するか捨てるかで悩むのが楽しいらしいじゃない。もしかして私が大好きなゲーム見つけちまったか。この広い世界で出会えた奇跡に感謝って感じだ。まあ実際やってみた時の感想は変わるかもしれませんけどね。そこも含めて楽しみって感じ。それじゃあ次の話題だオラ。話題のタイトルだけで済む話だなこれは。まあいつでもゲームは募集してるよっていうそのまんまですね。長編ゲーム実況はライトタワーが2ヶ月ぐらい占有すると思うけど、他のおすすめされたゲームも短編だったら箸休め的に動画にしたり、動画にはしづらそうだけど面白そうってやつは配信で普通に楽しんだりします。なのでやってほしいゲームがあったらこれからもどんどんコメントしていただければと。最新の雑談動画にでも書き込んでくれればチェックするぜ。古い動画に書き込まれると見逃す可能性が高い。それじゃあ次の話題、シビロクの話題ですね。これも話題タイトルで落ちてるんよな。シビロクっていうゲームはね、日本でプレイとかイギリスでプレイみたいに文明ってやつを一つ選んでプレイするゲームなわけなんですけど、このゲームモッド文化が盛んでしてね、Steam を覗いてみると個性的な文明追加モッドがいっぱいあるのよ。せっかくだし軽く紹介していこうか。まずはハイラル文明。この文明の特徴は何といっても地の勇者。時代が変わるたびに国内で一人生まれて無双の強さを発揮するという非常にゼルダの伝説らしい再現がされております。またそれ以外にも女神のハープで大音楽家が生まれやすく、できた音楽を地の神殿に収めることで観光国家にもなります。ゼルダの伝説といえば音楽ですからね。オカリナやらタクトやら。お次はアークナイツ文明。アークナイツってのはソシャゲなんですけど、軽く世界観を説明すると、すげえ物騒な近未来鉱石病っていう不治で死亡確定の感染症が大流行している世界で、主人公たち医療会社が感染者の病の進行を遅らせつつ差別から守ったり、暴徒と化した感染者を鎮圧したり、国家間の戦争に関わったりっていう、改めて説明するともうダメだよこの世界厳しすぎる。まあそんな悲惨な世界の行く末はソシャゲ主人公に任せるとして、ゲーム内の性能の説明に行きましょう。まずこの文明をプレイしていると領内に原石という固有資源が湧きます。この原石工業にも軍事にも科学にも使えるという万能資源なのですが、この原石前述した鉱石病の原因にもなりまして、だんだんと国民が鉱石病でえらいことになっていきます。ゲーム的に言うと幸福度と人口成長率がもりもり下がる。
この効果は国内の人口が増えるときつくなります。感染症だからね。この効果は避けられないので、娯楽と食料自給率を上げまくってごまかしていくしかないっていう世知辛い運命となっております。ソシャゲの最高レアキャラをランダムにガチャで呼び出せたりもするよ。ストラテジーゲームの中でもガチャしていこうぜ。なんかテンションが上がって紹介に熱が入っちゃったけど、このぐらいにしておかないと時間が足りないのでこの辺で。他にもアトリエ文明とか FGO 文明とか東方文明はマジで無限に存在するよ。これだけ面白そうなモッドが勢ぞろいなんだから、こういうの教えたがりマンの私としては紹介動画を作りたいんだが、シビロクって中盤以降は割と退屈なゲーム展開だから飽きてしまう。っていうのもシビロクの AI って他の 4X ゲームと比べて平時は仲良くしやすい。戦争を仕掛けた国を打滑のごとく憎むってのが強くてさ、それでどうなるかっていうと、中世時代あたりから全ての国家が超仲良し。戦争は全然起きない。もし戦争が起こったら戦争を起こした国を他の全国家がボコボコにするって感じで、中世時代以降は割とでかい戦争を起こしづらいんですよね。かといって戦争がずっと起きてないと、領土が広い国家がそのまま勝利条件を満たしてゲーム終了っていうちょっと退屈なゲーム展開になっちゃうんですよね。いい感じの外交改善モッドがあればいいんだがな。その辺の外交のあれそれはやっぱシビ4の仲良し相手に対してはめっちゃ優しいけど、嫌いな相手には即座に宣戦布告で AI が好きなんだよな。終盤からも飽きない AI。暇で軍隊を持て余してる時は暇つぶしに隣国を殴るのも好き。うっし、次の話題だ。デスクトップダンジョンっていう私が好きなゲームのリメイク新作みたいなのが発表されたんですよ。まずデスクトップダンジョンについて説明しますと、このゲームも WWA 系ゲームみたいなところがありまして、敵の攻撃力 HP、自分の攻撃力 HP を見比べてにらめっこですよ。ただ WWA 系ゲームと比べるとだいぶ複雑ですね。戦闘する前にファイアーボールで先に削っておくとか、レベルアップによる全回復を戦略に組み込むとか、信仰してる神様によってあれが強くなったりそれが弱くなったり、考えることが多すぎてヒーコラ言いながらやるタイプのゲームです。でも考えるのが楽しいんだよな。こういうの凄まじい情報量を脳にぶち込んで知恵熱を出すのちょっと気持ちいいよね。だいぶ M な発言ですが、で本題に入りますと、このデスクトップダンジョン2013年のゲームなんですが、つい先日続編が急に発表されまして、急にどうしたのって感じ。これ発表段階での PV ね。見た感じ 3D 化、演出強化、巻き戻し機能追加って感じかな。巻き戻し機能はマジで嬉しい。原作では4ターン先までダメージ計算してから殴りかかるとかざらにあったし、2桁の掛け算足し算でもやり続ければ頭が痛くなるんや。3D 化は視認性の低下、演出強化はテンポの悪さがちょっと不安ですが、まあ新作が発表されたのは素直に嬉しい。めでたい。これを機に原作デスクトップダンジョンの動画もちょっと上げようかな。実は2年前に紹介動画を上げたりもしてたんですけど、2年前に作った動画なんて恥ずかしくて見直せないし、一から作り直したいわ。サムネだけ引っ張ってきたけど、まだボイスロイド使ってた時期だな。懐かしいわね。よし、じゃあ次の話題。あれ、もう動画9分か。シビ6に使いすぎたな。まあ残りの話題は話すこと少ないからいいか。次の話題は私の服装についてですね。今まで普段着と薄着っていう2つの服装でやってきたわけですけども、さすがに味気ないよな。何か服を買おうかなって思ったりしたんですが、ブースで売られてるこのモデル多様の服を眺めてましたが、せっかくだしプレイするゲームに合わせた服装にしたいな。あとシンプルに金がないしなってなりまして、そこで型紙をダウンロードして、そこに水色のバケツをビシャーっとぶちまけて水色にして、そこにどうにかこうにかいい感じの十字架をくっつけてですね。でユニティ上でざっくり服を合わせてみたら、ライチちゃんの服に見えなくもなくもなくもないんじゃないっ
自信がない。まあそんな感じで服を自作できないかとガチャガチャやっとります。さすがに水色一色は良くないような気がするが、私に型紙をどうこうする技術は全くないので、描画の設定をいじってどうにか見栄えよくできないかなって感じです。ライトタワーが始まるまでには完成させたいもんですね。うまくいったなら今後も実況するゲームに合わせて服装変えたいんだよね。ゲームの主人公と一緒の服を着て、ゲームの主人公が必殺技を使ったら私も無双乱舞するみたいなのしたいわ。そんで次の話題、肉体チェンジについての話だな。さっきこの 3D モデルでの服装チェンジの話をしたばっかりだけど、 3D モデルを変えたいという欲望は別で存在している。ちょっとイメチェンしたいなみたいな気分になるねんな。見てくださいよ、この 3D モデルたちを。どれもこれも素晴らしい。足が鉄柵の子とかスライム娘とかいろいろといるもんですな。でその探した 3D モデルの中でも特に気になってるのがこれ、天使のグラニちゃん。かわいい。いやもう暴力的に可愛いと言わざるを得ないよね。こちらの 3D モデル、カラー4種類、表情25種類、羽10種類、さらにコートと水着とお団子ヘアとメガネもついて5200円ぽっきり。クオリティに対してめちゃくちゃ安価だけど、金欠の私には辛い。ということで今も買うかどうか悩み中です。もしかしたらライトタワー実況の頃には肉体がグラニちゃんになっているかも、なっていないかも。未来の私のテンションに任せよう。バーチャルマーケット2022サマーってイベントも始まるし、そこでもっと好みの 3D モデルが見つかるかもしれないしね。どんどん 3D モデル購入にお金を使い、無料で遊べる VIPRPG に傾倒していくってルートに入りつつあるな。こんなところかな。今回の動画はやはり自分の思いの丈を語るのはええことやな。自分の感情を言語化することでまとまったり客観視できたりするし、何より気持ちええな。学校の屋上で思いの丈を叫ぶあれやな。といったところで今回はこの辺でお疲れした。良ければフォローやチャンネル登録よろしく。